はい、皆さんこんにちは。ゼロ重力の浮遊人です。今日の動画ではシグマ 85mm f1.4 DGDN アートレンズとソニーの 85mm f1.4 G マスターレンズを比較します。ぜひ最後までご覧ください。Alright, let's get started。85mm といったらポートレートには人気の中望遠レンズですよね。ソニー E マウントのレンズの中で表現力が最高レベルの 85mm のレンズといったら、この2つが候補に出るんじゃないかなと思います。早速ビルドクオリティから見てみましょう。2つのレンズを並べてみると、シグマの方が小さくて軽そうに見えます。逆にソニーのレンズはでかくてがっちりとした印象を受けます。だからといってシグマの方が安っぽい作るというわけではなくて、持ってみるとかなりしっかりしていて、アートレンズの名前にふさわしいしっかりとした作りのボディです。ソニーのレンズはシグマと比べるとずっしりしていて重量感を感じますが、高級感のある作りになっています。フォーカスリングはシグマは硬いですが、ソニーは柔らかくてスルスルと回せます。浮遊人はゆっくりと硬いシグマの方が好みですが、素早くフォーカスリングを回したい方はソニーの方が好みかもしれません。絞りリングはどちらのレンズにもありますが、ソニーの方は回すたびに指にしっかりと感触を感じさせます。それに比べるとシグマの方は回すと軽く感じられますが、カチカチっと心地よい音を出してくれます。この絞りリングのクリック音のスイッチは両方のレンズにありますが、シグマの方は左側、ソニーは右側にあります。シグマのレンズでは絞りリングロックスイッチが右側に採用されていて、撮影中に意図しない操作を防ぐことができます。これはソニーにはない機能ですね。浮遊人は絞りリングが A に行かないように開放から最小絞りの範囲でロックした状態にしています。どちらのレンズもフォーカスモード切り替えスイッチと AFL ボタンがあります。ソニーと違ってシグマの方はレンズの左側にスイッチが2つあるので、気をつけないと間違ったスイッチを押してしまうこともあるかもしれないので注意が必要です。シグマもソニーも手ブレ補正はついていませんが、最近のソニーのカメラだとボディにすでに手ブレ補正がついているので、大きな問題ではないと思います。逆に手ブレ補正をつけないことでどちらのレンズも軽量化につながっていると思います。どちらのレンズも防合防滴に配慮した構造になっていて、絞り羽もどちらも11枚とあり、綺麗な丸ボケを期待できます。2つのレンズのビルドクオリティを総合的に比べると、人それぞれの好みによって賛否両論になると思います。どちらも機能が充実してますし、ビルドクオリティも高いですよね。個人的にシグマのレンズの軽量さと小さいサイズっていうのが魅力的です。わずか 200g ぐらいの違いなんですが、長時間持ち運んでると差を感じます。G マスターレンズは高級感のあるずっしり感があり、それも魅力的なんですが、持ち運ぶとしたらシグマの方がいいです。でもイメージクオリティはどちらが優秀でしょうか。いくらシグマの方が持ち運びやすいからといって、もしイメージクオリティが低ければ G マスターの方を持っていくのが無難ですよね。まずは解像度を比較します。レンズを開放からどんどん絞っていって、両レンズの画像の中央と隅の解像度を横に並べて比較します。開放の F1.4 ではわずかではありますが、シグマの方がソニーより中央の解像度が高いようです。隅の方では逆にソニーの方が解像度が高く見えます。F2 に絞ると中央では両レンズとも同じくらいのシャープさでした。強いて言うならば、ソニーの方が若干コントラストがあるように見えます。隅の方だとシグマよりソニーの方がシャープです。その同じ傾向が F2.8 から F8 の間で見られて、両レンズとも解像度が一番高いのは F5.6 から F8 の間でした。で、両レンズとも F11 以降から解説減少で解像度が低下します。2つのレンズを比較すると、開放ではシグマレンズの方がシャープですが、絞ることでシャープネスはほとんど変わらないことが分かりました。差はほんのわずかですけれども、開放でもシャープなシグマはとても魅力的だと思います。次にオートフォーカスのスピードです。こちらはソニーの方が明らかに勝ちですね。ソニーのレンズは迷わずピントを合わせてくれますが、シグマは時折暗い被写体だとピントをミスることがありました。AF の音はソニーの音はって思うほど音が出ます。それに比べるとシグマは無音です。
でも 85mm の焦点距離で内蔵マイクを使うことはめったにないと思うので、個人的にこの音は気にならないです。次にクロマティックアベレーションですが、こちらはシグマの勝ちですね。すごいうまく防げれてますね。シグマの最短撮影距離は85センチ、ソニーは AF 時だと85センチと、マニュアルフォーカスだと80センチ。ソニーがマニュアルフォーカスの時だけシグマの方がわずかに近くに寄れそうです。両レンズとも極端に原稿をフレーム内に入れるとフレアとゴースティングが発生しますが、ゴースティングに関してはシグマの方が若干抑えれているように見えます。ではライトルームでレンズプロファイルを外してビネッティングを見てみましょう。ソニーはうまく抑え込めているように見えますが、シグマは結構出てますね。F4 まで絞るとほぼなくなりますが、完璧になくしたい場合は 5.6 まで絞った方がいいかもしれません。レンズプロファイルが入るので、これは特に大きな問題ではないと思います。次にフォーカスブリージングですが、両方ともうまく抑えられていると思います。どちらかというとソニーの方が優秀ですが、こちらもそこまで気にするほどではないと思います。2つのレンズのイメージクオリティを総合的に見ると AF の正確度に関しては劣っていますが、シグマの方が魅力的に感じますね。クロマティックアベレーションがほぼないっていうのもすごいですし、開放でもシャープなのは嬉しいですね。でコストの方ですが、シグマの現在の一番最悪価格は 10.6 万円、ソニーは 19.4 万円と2倍近くかかります。持ち運びやすい、イメージクオリティもよし、しかも安いという観点からはシグマの勝ちですね。ただ AF の安定性だったりとかカメラとのコンパティビリティとかに不安を感じられる方は、GM レンズを買った方がいいかもしれないですね。問題はソニーの 85mm f1.4 G マスターレンズのバージョン2がいつ発売されるかですよね。今年中に販売されるという噂が出ていますが、どうなんでしょうね。今レンズが必要って方はとりあえずシグマですかね。で G マスターレンズのバージョン2が発売されたら再検討するみたいな。でシグマを下取りにしてもいいですし、人それぞれだと思います。はい、そんな今度で今日はシグマとソニーの 85mm f1.4 のレンズを比較しました。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは浮遊写真の撮り方や機材紹介、一般的な写真の話の動画を上げています。もしよかったら高評価とチャンネル登録をお願いいたします。SNS でも今画面に映っているような合成なしの自撮り浮遊写真をたくさん載せていますので、もしよかったらそちらの方もご覧ください。Hope you learned something new. See you in the next one.